終末の鍵となるユダヤ民族について学びましょう。ユダヤ民族が聖書を記した勤勉な民族だということは日本人にもよく知られています。しかし、その聖書が彼らの運命を全て予言しているということは知りません。その予言は過去の話ではなく、未だ進行中で、現在まさに私たちの面前で成就している最中なのです。予言によると、ユダヤ民族は終末時代に大きな役割を果たします。ですから、ユダヤ民族についてよくわからないままでは、終末を理解することはできません。では、ユダヤ民族、すなわちイスラエルについて調べていきましょう。さて、そのユダヤ人の国はどこにあるのでしょうか。それは現在の中東です。ほんの100年ほど前までは、中東は誰も見向きもしない荒れ地でした。しかし、その無価値だった土地が油田の発見によって一変したのです。なぜなら、石油は現代文明の血液だからです。石油資源なくして、現代文明は成り立ちません。それゆえ、全世界の目が中東に注がれているのです。そんな世界の心臓部である中東のど真ん中に、ユダヤ人国家イスラエルがあるのです。この時代のこの場所に、イスラエル国家が誕生したことには、大きな意味があるのです。周辺をアラブ諸国に囲まれたイスラエルは、この中東において、異彩を放つ存在です。1948年に建国されて以来、イスラエルは4度の中東戦争を生き延びてきました。70年代には、イスラエルと戦っていたアラブ諸国が石油を武器にしました。石油価格が跳ね上がり、世界経済は大混乱となります。これがいわゆるオイルショックです。この時世界は中東の安定の重要性を痛いほど認識したのです。さて、現在の中東情勢はあの頃とは全く違います。イスラエルは IT、ハイテク産業、軍事力ともに世界トップであり、油田も発見され、荒れ地は緑地に変わっています。周りの国々が低迷する中で、ひときわ輝く国が、現在のイスラエルの姿です。実は、この地にイスラエルが建国されることも、繁栄することも、聖書には昔から予言されていました。それが実際に成就しているのを、私たちは今見ているのです。イスラエルの建国と繁栄。それは歴史的事実です。しかし、そのすべてを3000年以上も前に聖書が予言していたこともまた歴史的事実なのです。では、イスラエルの歴史を振り返りながら、その予言を検証していきましょう。今から4000年ほど前、バビロン帝国の起こるずっと前の話です。バビロン文明最先端のウルという町に、アブラハムという人物が住んでいました。ある日、神がアブラハムに現れ、語りかけたのです。あなたは、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。地上のすべての民族は、あなたによって祝福される。アブラハムは、この神の言葉を信じ、バビロン文明最先端の町、大都市のウルを離れて、見知らぬ未開地、カナンを目指して旅立ちました。このカナンが、現在のイスラエルの国のある場所です。神は、カナンに着いたアブラハムに、こう語りかけました。さあ、
天を見上げなさい。星を数えることができるなら、それを数えなさい。あなたの子孫は、このようになる。私は、この地を、あなたの所有としてあなたに与えるために、カルデヤ人のウルからあなたを連れ出した主である。アブラハムの子孫とは、イスラエルのことです。神は、カナンの地をイスラエルに与えると、ここで約束したのです。しかし、神はその時、イスラエルのたどる悲しい未来についても予言したのです。あなたは、このことをよく知っていなさい。あなたの子孫は、自分たちのものでない国で寄留者となり、彼らは奴隷とされ、400年の間、苦しめられよう。しかし、彼らの仕えるその国民を、私が裁き、その後、彼らは多くの財産を持って、そこから出てくるようになる。そして、4代目の者たちが、ここに戻ってくる。それは、エモリ人の咎が、その時までに満ちることはないからである。この予言がどのように成就したかは、旧約聖書の出エジプト記に書かれています。アブラハムの子孫、イスラエル12部族は、カナンの地からエジプトに移住します。エジプトは、バビロン文明の影響を受けた国で、ファラオを神とする独裁体制の国でした。エジプト人は、ファラオを神と信じていたので、ファラオのために喜んで働いていました。しかし、イスラエルの民は、アブラハムの神を信じていました。エジプトは、信仰の違うイスラエルの民を迫害し、奴隷化したのです。しかし、イスラエルの民は信仰を持ち続けました。彼らは、アブラハムの予言を信じていたのです。それは、いつの日か、神がイスラエルをカナンの地に帰還させるという希望の予言です。イスラエルは、神に叫び続けました。そして、400年が過ぎました。神は、モーセを選び、ファラオのもとへ使わしました。モーセはファラオに、イスラエルを解放しなければ、エジプトに神の裁きが下ると警告しました。しかし、ファラオは悔い改めなかったので、神はエジプトを裁きました。恐ろしい神の災いが、次々にエジプトを襲いました。それは、400年間、イスラエルを迫害した罪に対する裁きでもありました。ついに、最後の裁きの夜、ファラオはイスラエルを解放したのです。その夜、イスラエルは自由になり、エジプトから脱出しました。これが、出エジプトです。こうして、アブラハムへの予言は、確かに成就しました。神は、紅海を割って民を渡らせ、神の山市内へと導きました。ここで、神とイスラエルは、モーセを仲介者として、契りを結んだのです。つまり、神とイスラエル民族が結婚したのです。結婚とは契約です。夫と妻になってからは、お互いだけを愛し続けるのが結婚の約束です。結婚しているのに、他の異性のもとへ行けば不倫となり、契約違反になります。それは、男と女でも、神と民でも同じです。そして、神は、十戒で有名な律法をイスラエルに授けました。その律法には、不思議な契約が書かれていました。それが、祝福と呪いの契約です。では、まず、祝福の契約の一部を読んでみましょう。もし、あなたが、あなたの神、主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、
あなたの神、主は、地のすべての国々の上にあなたを高く上げられよう。あなたが、あなたの神、主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに望み、あなたは祝福される。あなたは、町にあっても祝福され、野にあっても祝福される。あなたの身から生まれるものも、地の産物も、家畜の産むもの、群れのうちの子牛も、群れのうちのメス羊も祝福される。では、次は、呪いの契約の一部を読んでみましょう。もし、あなたが、あなたの神、主の御声に聞き従わず、私が今日命じる主のすべての命令と掟とを守り行わないなら、次のすべての呪いがあなたに望み、あなたは呪われる。主は、あなたと、あなたが自分の上に立てた王とを、あなたも、あなたの先祖たちも知らなかった国に行かせよう。主があなたを追い入れるすべての国々の民の中で、あなたは恐怖となり、物笑いの種となり、なぶり者となろう。つまり、イスラエルが、夫である神を愛していれば祝福を受け、不倫すれば呪いを受けて、世界中に離散させられるという契約なのです。では、もし罪を犯して呪いを受けてしまったら、イスラエルはもう終わりなのでしょうか。いいえ、神は夫として、妻イスラエルを永遠に愛し続けていくのです。それが契約だからです。神は、妻イスラエルが呪いを受けた場合についても、事前にこう約束していました。私が、あなたの前に置いた祝福と呪い、これらすべてのことが、あなたに望み、あなたの神、主があなたをそこへ追い散らしたすべての国々の中で、あなたがこれらのことを心に留め、あなたの神、主に立ち返り、今日、私があなたに命じる通りに、あなたも、あなたの子供たちも、心を尽くし、精神を尽くして、御声に聞き従うなら、あなたの神、主は、あなたを囚われの身から帰らせ、あなたを憐れみ、あなたの神、主がそこへ散らしたすべての国々の民の中からあなたを再び集める。たとえ、あなたが天の果てに追いやられていても、あなたの神、主は、そこからあなたを集め、そこからあなたを連れ戻す。あなたの神、主は、あなたの先祖たちが所有していた地にあなたを連れて行き、あなたはそれを所有する。これが、呪いを受けた後の妻、イスラエルに、神が差し出す復縁の道、カナンの地への帰還の約束です。神は、たとえ妻、イスラエルが離散していても、決して妻を忘れず、必ず呼び戻すというのです。イスラエルは、この契約を了承した上で、正式に神の民となりました。この契約は、3000年経った今でも、有効なのです。さて、シナイ山での契約から約3000年後の現在、私たちはまさにその約束の成就を見ています。イスラエルは2000年前に国を失い、世界中に離散し、どこへ逃れても必ず迫害されました。国を持たぬ流浪の民に安住の地はありませんでした。しかし、彼らはこの帰還の希望を心に秘めながら、長い苦難を耐え抜いたのです。そして、彼らは2000年という気の遠くなるような時を経て、世界中からカナンの地に帰還してきたのです。それが現在のイスラエルです。聖書はフィクションでもなければ、神話でもありません。世界の現実なのです。これらのことは、あなたとあなたの子孫に対して、いつまでも印となり、また不思議となる。この契約の成就は、神の印と不思議です。そして、彼らが帰還したこと自体が、終末の時の印になるのです。
聖書には、イスラエルのこれからの未来が予言されています。それが、イスラエルの復興です。その復興が起こる時が終末なのです。終末の謎を解く鍵は、2000年前にイスラエルが呪いを受けて世界中に離散した理由です。では、その謎を解くためにイスラエルの歴史を振り返りましょう。